取れないわ。うわー最悪。はい、やったー。やんなきゃよかったー。はい、皆さんこんにちは。車を大事故家シュルピーです。今回はピタスポに続きこちらですね。ソフト99の鬼黒タイヤワックスと、あとホイールブラシ、この2つを使っていこうかなと思います。で理由はこの間ソフト99の方が来て、新商品出ましたと、実際に使ってみてくださいって言われて、その場でレビューしたんですが、その時のもうちょっと締め切っているんですが、そのプレゼント企画の応募メールで、例えば鬼黒液剤黒かったんですが、ホワイトレターが入っているようなタイヤに使うとどうなるんですかとか、あとホイールブラシも同じくホワイトレター入ってるタイヤに使うとどうなるんですかとか、そういうのが届いていたので、確かに買いたいけどそこが気になる、買えないなっていう人もいると思います。なので今回はその辺を実際に検証をねしていきたいなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら外にやってきました。このタイヤですね、ジムに履かせてたタイヤなんですが、こちらホワイトレターなのでここに施工していこうと思います。ちなみに鬼黒、先ほど説明書を読んだらホワイトレター NG という記載ありましたが、実際に使うとどんな感じになるのかっていうところも見ていきたいなといった感じです。あとソフト99のホイールクリーナーですね、あれもうちょっと使ってみて、この辺のホワイトレターの汚れが落ちるのかどうか、それともこのホワイトレターに何か影響が出るのかどうかとか、その辺もねちょっと見ていけたらいいなと思います。まず砂ぼこりがすごいのでシャワーで落とせるものは落としていきます。表面上の砂ぼこりを落とすといった感じですね。で早速タイヤクリーナーやっちゃいますか。こちらですね、ディグロスのタイヤクリーナーをここに吹きかけていきます。ホイールがね白いから、タイヤの汚れがすごいよくわかりますね。でこれは古いワックスだったり劣化防止剤の表面に浮き出てるものが落ちているものになります。でこれを落とすのが良くないっていう意見も多数あるんですが、どうなんだろうねって感じでホイールブラシ使っているので、この辺のホワイトレターのところもガシガシいきます。けどすげえ綺麗になった。こっちと比べれば分かると思います。もともと青っぽく塗られてたんですよね。それを高圧洗浄機を落としたんですが、落ちきっていなかった部分、ここがすごい綺麗になりました。特にね何か傷が入ってるとか劣化してるような感じはしないですね。めっちゃ綺麗になった。いいじゃん。なんならここはまだ何もこすってないです。これブラシのおかげなのかな、どっちなんだと。ホイールも洗っていっちゃいます。裏側もやっちゃおうかな。はい、ホイールは OK でしょう。あと気になるのはホワイトレターの部分ですよね。さっきやったところの反対側なんですが、ホイールクリーナーをつけずにちょっと磨いてみようと思います。ちょっとついてるな。しかも落ちてる。どっちかわかんねえじゃんっていうね。ちょっと他のタイヤを用意します。はい、そしたら別のタイヤを用意しました。このホワイトレターを新品のタイヤブラシを使ってどうなるかっていうところですね。あの汚れが落ちたのはブラシのおかげなのか、それともクリーナーのおかげなのかっていうのはちょっと知っておきたいなと思うので、ブラシのみでいきます。ちょっと落ちてるな。色が分かります。白っぽい液がついているので、表面をちょっと削ってる感じはありそうですね。もう綺麗になったっていうね。ということはブラシですね。削ってるっていうのは言い過ぎかもしれませんが、ホワイトレターにやると色落ちがもう何回もやってると出てくるかもしれないけど、こう見た感じなんか色が抜けてる感じはしないですよね。これ多分ずっとやってたらいつかは黒っぽくなるのかなと思うけど、いやがっつりこの白いのが出てくるわけでもないので、個人的には問題なさそうですね。逆に綺麗になったので僕は満足しております。なのでホワイトレターのところをちょっと綺麗にするのにこのタイヤブラシを使うのもありなんかなと思ってます。もうがっつりこするんじゃなくて軽くねこするだけで十分そうです。
で近くで見るとこのホワイトレターがひびが入っているように見えますけど、これは今こすったからこうなったわけではなく、この洗ってないところもよく見るとこうなっています。そしたらホイールクリーナーだけちょっと使ってみて、こういった汚れ落ちるのかどうか見てみようと思います。タイヤホイールクリーナーですね。これだけちょっとかけて、ブラシ、他のもっと優しいやつちょっとハケでいきます。してそうだね。これ色落ちしてるのかどうか分かりづらいな。Oだけ綺麗になった。色落ちしてるのかどうかがちょっと泡で正直分かりにくいけど、なんか特別薄くなったとか、ちょっとこの白いのがなくなっちゃってるっていう感じはしない。若干影響はもしかしたらあるかもしれないんですけど、こう軽くこするだけで白っぽくなります。だからどっちでも効果はありますね。このホワイトレターをきれいにするっていう意味では。でもこっちと比べると全然違いますよ。例えば指でこすっても綺麗になるね、指でも楽ではない。ホワイトレーターは、別にクリーナー使わなくても綺麗になるということです。汚れの種類による。ちなみに今2回ほどタイヤを洗いました。で3回目ちょっとやってみますね。最初にやった時のような汚れっていうのは浮き出てきません。ということは表面の汚れをしっかり落としきったということですね。でちょっとこれを取ってみます。でここで気づいたのが、このタイヤブラシ、今ガシガシ洗ってたんですけど、ちょっとねこのブロックタイヤと相性があんま良くないかもしれない。剥がれちゃってる。僕がねちょっとガシガシやったせいだと思うんですが、分かります？このようにちょっと剥がれちゃいました。であんま強くガシガシやんないでくださいとは書いてあるんですが、ブロックタイヤちょっとボコボコしてるので、ここに引っかかってこんな感じになっちゃいましたね。でこれが1本目に洗ったタイヤなんですが、この辺がねまだちょっと茶色いの分かります？でこのタイヤは、1回ぐらいしか洗ってないんですが、これがまだ茶色い汚れ出てくるのかどうかっていうのをちょっと見てみます。出てこないね。若干茶色くなってるか。なってるな。そしたらこの東洋タイヤのタイヤ側と何回か洗って乾かしてどういう変化があるのかっていうのを見ていこうと思います。回数的にはね洗った回数がこちら少ないので、こう出てきてるのか、もしかしたら永遠出てくる可能性がゼロではないね、今のところ。洗いました。洗い流します。もう一回ぐらいやってみようかな。結構無駄遣いしてます、わざと。全然汚れはさっきに比べて出てこないですね。でこれ乾かしてみて色味に変化があるのかどうかっていうのはちょっと気になるところ。じゃあ洗い流します。で濡れている状態だとちょっと分かりにくいので乾かします。どうでしょうか。こっちの方が茶色っぽいの分かりますか。でこっちが茶色っぽいのがなくなりました。で汚れが取れたということでしょう。だからタイヤホイールクリーナーを使っても1回以外じゃねこの汚れは落ちないなと僕は感じました。だから2回3回ちょっとやってあげないとそういう風にはならない。でこの汚れ取っちゃっていいのっていうのはいろいろあると思いますが、ここはねちょっと難しいところなんですよね。僕にはちょっとわからないっていうか、これを取ったからといってタイヤがすぐ劣化するとは正直僕は思えないんですよね。ですし、走ってればまたこういう風に茶色く汚れるんですよ。ということは劣化防止剤っていうのがこう中に含まれていて、走ってる時にたわんでにじみ出てくる。それを洗車の時にこう綺麗にしたからといって劣化がすごく早まるのかって言われたら僕はどうなんだろうって正直思います。
そこはね人それぞれなので、嫌だなっていう人は使わなければいいと思うしっていう感じかな。ではちょっとオニグロ使ってみますか。はい、そしたら続いてオニグロです。ピタスポも入っています。これね水性なんですよ。こう黒いから油性だと思ってる方結構いて、コメントとかでもあったんですが、油性だからちょっと使いたくないですね。これ水性です。ソフト99の缶タイプの黒いワックスみたいなやつ、あれは油性でした確か。そしたらちょっと実際に使ってみます。で一旦この辺いきますか。あとブロックタイヤはね塗りづらいね。ホワイトレーターだけを避けて塗ることもできそうですね。で、実際にホワイトレーター塗ってみます。黒くなりました。ダメだね。すごいなんか汚らしくなって。で、これはタオルで取れるのかどうかっていうことですね。取れるようだったらいいんだけど、取れないわ。うわー最悪。はい、やったー。やんなきゃよかったーって思うぐらい見た目が嫌な感じになってます。タイヤワックス自体はすごいいいんだけどね。で一応ここから右の方塗ってあります。この辺ちょっと濡れちゃってるけど、茶色くなってるところちょっと塗ってみますね。もう液剤が黒いからこれ全然黒いままでも濡れちゃうんじゃないか説。黒いままじゃない、茶色いままか。ほら茶色が黒っぽくなりますね。そんな違いっていうのはないですね。茶色っぽいのを落としたところと落としてないところの差っていうのかな。落とさなくてもいいか、このオニグロを使うんですよね。そしたらこっちですね、問題は。これがタイヤクリーナーで落ちるのかどうかやってみます。これ落ちなかったらちょっと辛いな。ホワイトレターのところは元通りになりました。で乾かしてどうなのか。落ちてる気がする。落ちてるね。塗ってないところとの差が特にないので落ちてます。もしかしたら分かりにくいかもしれませんが、この辺は塗ってないんですよね。でこっちの方を塗ったんですが、色の境目っていうのが特にないので落ちてますね。分かりづらいかもしれないので、この辺ちょっともう一回逆に塗ってみます。塗るとどうなるのか違い分かります？黒さが増したと思います。この辺とかと比べてこっち塗ってある、こっち塗ってない、こっちの方がちょっと白っぽいですね。ということはクリーナーで落とせるということですね。ちなみに最後シュワラスターのタイヤワックス、これだったらホワイトレーターはどうなるのかちょっとやってみようと思います。でこの液剤はちょっと白っぽい感じですね。でこれでも黒くなっちゃうんだったらもうどうにもなんないです。大丈夫そうだね。ホワイトレターの場合は液が黒くないこういったシュワラスターのタイヤワックスとかを使った方が良さそうです。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はそもそもはオニグロですね。ソフト99のタイヤワックス、これが液剤が黒いので、ホワイトレターとかに使うとどうなるのっていう検証をしてみました。で結果としてはオニグロのこのパッケージ箱の方にも書いてあったんですが、ホワイトレターはNG です。塗って黒くなっちゃったけどタオルでパッと拭けば白くなるんだったらオニグロありかなと思ってたんですが、タオルぐらいじゃ落ちなかったので、基本的に使わない方がいいのかな。でシュワラスターのタイヤワックスは問題なかったので、ホワイトレターの場合は、そのシュワラスターのタイヤワックスとかを選択した方がいいのかなといった感じです。であとホイールタイヤクリーナーとあとホイールブラシ、この2つホワイトレターのところ綺麗に汚れ落ちました。落ちたんですが、若干ねこのホイールブラシだと削ってる感じがあるので、これもねビビたるもんですよ。何回もやったけど白いのが剥がれるっていうことはなかったので、僕はねそんな気にしないんですが、気にする方はねやめておいた方がいいのかな。でホイールクリーナーを使った方がより汚れは簡単に落とせるので、一緒に使ってあげた方がいいかな。僕はあれがちょっとずつ剥がれていくのかわかんないんですが、実際使ってみた感じ、その白さっていうのも、やる前よりかなり綺麗な感じになってるし、僕はやった方がいいなとは思いました。見た目的に。そこら辺はね皆さんの判断にお任せしますっていう感じ。このクリーナーもそうだし、汚れを取るか取らないかとかの判断も皆さんに任せるっていう感じかな。ちょっと判断基準になればいいかなとは思っています。僕はねもうやっちゃうんですが、茶色い汚れも、2、3回本当やっていかないと、完全に綺麗にならないし、細かいところがねどうしても洗いきれなかったりもするので、やらないっていう選択肢も全然ありだと思います。僕はその回数とかを考えるとちょっとね
しんどいなっていう部分も正直あるかな。けどまあこだわってやりたいっていう人はそれも全然いいし、まあそこら辺は皆さんの判断にお任せといった感じです。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。